木星は地球が1300個も入る桁違いの大きさの惑星です。よく太陽になり損ねた星と呼ばれますが、それは本当なのか？宇宙の不思議研究所、今日は木星を順番に見ていきます。夜空を見上げると瞬かずどっしりと明るく光る星があります。金星を除けば惑星で一番明るく見えることも多い、それが木星です。木星は太陽系で飛び抜けて大きな惑星です。直径は地球のおよそ11倍。他のすべての惑星を合わせても木星一つの方がずっと重いのです。どれくらい大きいか、直径は地球の11倍ですが、丸ごと詰めると地球がおよそ1300個も入ってしまう計算です。まさに惑星の王と呼ぶにふさわしい大きさです。しかも木星には立てるような地面がありません。主に水素とヘリウムという軽い気体でできたガスの惑星なのです。降りていっても足をつける地表にはたどり着けません。この水素とヘリウムという組み合わせは実は太陽の材料とよく似ています。だからこそ木星は太陽になり損ねた星と呼ばれることがあるのです。木星の表面を彩るあの美しい縞模様、あれは幅の広い雲の帯です。速い風に乗った雲が明るい帯と暗い帯となって惑星をぐるりと取り巻いています。その縞模様の中にひときわ目立つ赤い目玉があります。大赤斑と呼ばれる巨大な渦です。これは一つの嵐で、なんと地球が丸ごと入ってしまうほどの大きさがあります。驚くのはその長さです。大赤斑は少なくとも数百年もの間、消えることなく吹き荒れ続けていると考えられています。地球の台風とは桁が違います。これほど大きいのに、木星の自転はとても速いのです。1回転にかかる時間はおよそ10時間。太陽系で一番早く自転する惑星です。その速さがあの縞模様を生み出しています。では、なぜ木星は太陽のように燃える星になれなかったのでしょうか。答えは大きさが足りなかったから。これほど巨大な木星でもまだ全く足りなかったのです。星が自ら光り輝くには、中心で核融合という反応が始まらなければなりません。そのためには木星のおよそ80倍もの重さが必要でした。王とはいえ、星になるにはあまりに軽すぎたのです。木星の内部は降りていくほど途方もない圧力に押しつぶされていきます。その中心では水素が金属のように振る舞う地球では見られない奇妙な状態になっていると考えられています。さらに木星は太陽から受ける以上の熱を自分自身の内側から出していると考えられています。ゆっくりと縮みながらその分の熱を絞り出しているのです。星になりきれなかった巨人のかすかなほてりです。木星は太陽系で最も強い磁場を持っています。その見えない力の広がりは桁違いに大きく、木星を巨大な力の泡のように包み込んでいます。その強い磁場のせいで木星の南北の極では地球よりもはるかに明るいオーロラが絶えず輝いています。宇宙からしか見えない壮大な光のカーテンです。土星ほど目立ちませんが、実は木星にもごく薄いリングがあります。細かな塵が木星の周りに輪となって漂っているのです。長い間、その存在は知られていませんでした。木星はたくさんの衛星を従えた小さな王国のような存在でもあります。これまでに見つかった月の数は90を超えます。まるで太陽系の中のもう一つの世界です。その中でも特に大きな4つの月は400年ほど前に望遠鏡で初めて見つかりました。イオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト、それぞれが全く違う顔を持っています。一番内側のイオは太陽系で最も火山活動が盛んな世界です。
木星の強い引力に揉まれ、いくつもの火山が絶えず溶岩を吹き上げています。エウロパは表面を滑らかな氷に覆われた白く輝く月です。そしてその氷の下には液体の水の海が隠されている可能性が高いと考えられています。その海は氷の殻の下に深くたたえられていると見られています。もし本当なら地球のすべての海を合わせたよりも多くの水を蓄えているかもしれません。ガニメデは太陽系にあるすべての衛星の中で一番大きな月です。なんと惑星の水星よりも大きい月でありながら小さな惑星ほどの堂々たる姿です。一番外側のカリストは無数のクレーターに隙間なく覆われた月です。その傷だらけの表面は太陽系で最も古い地形の一つだと考えられています。この4つの月は互いに、そして木星と重力で引っ張り合っています。イオの火山もエウロパの海もそうしてもまれる力が熱を生んでいるからだと考えられています。巨大な木星の引力は太陽系の中を飛び交う小天体の動きにも大きな影響を与えます。木星が地球へ向かう危険な彗星を引き受け、地球を守る用心棒のような役割をしているという考えもあります。実際に1994年に一つの彗星がバラバラに砕けながら木星に次々と衝突するという出来事がありました。人類が初めて目撃した天体同士の大衝突でした。衝突でできた黒い傷跡は一つ一つが地球ほどの大きさにも広がりました。もしこの彗星が地球に来ていたらと思うと木星の存在の大きさを改めて感じさせます。木星は太陽系の中で一番早く生まれた惑星だと考えられています。大量のガスをかき集めて巨大に育った木星は後に生まれる惑星たちの配置にも影響を与えたはずです。巨大な木星がどこにいてどう動いたか、それは地球を含む内側の惑星たちがどんな大きさでどんな軌道に収まるかを大きく左右したと考えられています。これほど調べられても木星の中心がどうなっているのかはまだよくわかっていません。はっきりした芯があるのか、それともどろりと溶け合っているのか、大きな謎のままです。その内部を探るため、探査機が木星の周りを回り、重力や事情を細かく測っています。目に見えない中心の姿を外側からの手がかりで少しずつ描き出そうとしているのです。その探査機が木星の極の真上から撮った姿は驚きでした。縞模様ではなく、いくつもの巨大な渦がぎっしりと群れをなして渦巻いていたのです。そして今、探査の目は氷の月エウロパへと向いています。氷の下の海が本当にあるのか、あるとすればどれほどの広さなのか、それを確かめる計画が動き出しています。飛び抜けて大きくたくさんの月を従え、強大な力を持つ木星。それでもその内側も月の海もわからないことだらけです。惑星の王は未だに謎に満ちています。では、太陽になり損ねた星という呼び名は正しいのでしょうか。材料は太陽に似ていても星になるには軽すぎた。木星はなり損ねたというより、初めから惑星として生まれた巨人なのです。探査機は木星の重力のわずかなムラを測ることで、目に見えない内部の重さの分布を透かし見ようとしています。中心に芯があるのかどうかの手がかりを探しているのです。氷の月へ向かう探査機は、氷の厚さやその下の海の広がりを電波やカメラで調べます。木星の王国の隠された水の世界がこれから明らかになっていきます。もし木星がいなければ、地球に降り注ぐ小天体はもっと多かったかもしれないとも言われます。惑星の王は遠くにいながら私たちの惑星と
無関係ではないのです。飛び抜けた大きさ、渦巻く嵐、氷や火山の月たち。木星はそれ自体がまるで小さな太陽系のような豊かで複雑な世界なのです。今夜空にどっしりと輝く木星を見つけたら、あの一つの光の中に地球1000個分の巨体と渦巻く嵐といくつもの月の世界が詰まっているのです。そう思うといつもの空が少し違って見えてきます。太陽になり損ねたのではなく、惑星として生まれた巨人、木星。その世界はまだ謎に満ちています。今日の話が面白かったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。次回も宇宙の不思議をお届けします。またお会いしましょう。